19世紀中頃に吊り橋の落下事故がヨーロッパ中で起きていました。ケーブルが公転時に擦れ、橋桁の重みで切れたのです。そのため、ドイツ系アメリカ人技術者のジョン・ローブリングがニューヨークのイースト川に架けるかつてなく大きく高価な吊り橋の建造を提案したとき、市当局が懐疑的だったのも無理はありません。しかしマンハッタンは混雑の度を増し、ブルックリンからの通勤者が川を塞いでいました。1867年2月に政府はローブリングの提案を承認します。ヨーロッパの橋で起きた失敗を避けるためにローブリングは複合型の橋を設計しました。吊り橋からは大きなケーブルを主塔で支え、岸に固定する形を取り入れました。この設計は長い橋桁を支えるのに理想的で、橋桁は短い縦のケーブルで吊るされます。またローブリングは斜張橋のデザインも取り入れました。主塔に直接つながる斜めのケーブルで橋桁を支える短い橋に使われる方式です。このケーブルを付け加えることで橋の安定性を高め、メインケーブルにかかる荷重を減らせます。同様のデザインは他の橋でも使われていましたが、ローブリングの計画に比べるとずっと小さなものでした。彼の新しい橋は長さが480メートルあり、当時最長の吊り橋より 1.5 倍も長かったのです。通常の麻のロープは 14,680 トンの橋桁の重みで切れてしまうので、彼の提案では橋のケーブルを作るために 5,600km の金属製ワイヤーを採用しました。すべての重みを支えるため、主塔には海抜90メートル以上の高さが必要で、完成すれば西半球で最も高い建造物になります。ローブリングは自分の設計に自信を持っていましたが、1869年に現地調査をしていた際、船と波止場の間に足を挟まれる事故に遭い、1ヶ月もせずに破傷風のため亡くなりました。幸いジョンの息子のワシントンも技術者で、父親の後を継ぎました。翌年、主塔の基礎の工事がついに始まりました。この最初のステップは最も困難な部分でもありました。岩だらけの川床に戦艦工法というあまり試されたことのない方法で建設するのです。密閉された木製の箱を川に沈め、パイプで圧搾空気を送り込んで水を排出します。その後、エアロックから中に入った作業者が川床を掘削します。掘り進めながら箱の上に石を積み上げていきます。岩盤まで到達したら箱をコンクリートで満たし、塔の基礎にします。戦艦内の作業条件は危険でひどいものでした。照明はろうそくとガス灯だけで、何度も火事になって避難が必要になり浸水しました。さらに危険だったのは戦艦病と呼ばれた奇妙な病気でした。現在では減圧症だと分かっていますが、当時は痛みやめまいが起き、死者まで出た理由が分からず、1872年には主任技術者も死にかけました。ワシントンは生き延びましたが麻痺し、寝たきりになりました。ここでローブリングの一家は再び不屈さを見せます。ワシントンの妻のエミリーが夫と技術者たちの間の連絡役をしただけでなく、日々のプロジェクト管理までこなすようになりました。あいにく問題はこれで終わりませんでした。1877年には工事は予定より遅れ、予算超過していました。さらに悪いことに納入されたケーブルに欠陥があることが分かりました。ジョン・ローブリングの設計に厳重な安全策が施されてなかったとしたら、これは致命的になっていたでしょう。ワイヤーを追加してケーブルの強化をした後、橋桁が一辺ずつ吊るされていきました。14年の歳月と現在の価値にして4億ドルを超える費用と、ローブリング家の3人の生涯をかけて、ブルックリン橋は1883年5月24日に開通し、それは紛れもない壮挙でした。ブルックリン橋は今もゴシック風の塔と交差するケーブルを支える時を重ねた戦艦の上に立っていて、ニューヨーク市への入り口となっています。歴史を学ぶのがお好きなら、ぜひこのチャンネルに登録してください。過去の教訓は今私たちが直面している問題の解決に役立つかもしれません。